さてさて今回は札幌はすすきのとあるお肉屋さんからのスタートでございます。とあるお疲れ3回をやっておりましてね、相手は誰かと言いますと、ちょっと見覚えのあるダーチー的な人ですね。美味しいお肉とお酒ね、楽しんでおったらですね、ちょっとねやっちまいましてね、もうこんな時間って感じになってたんですよ。この日ですね、フェリーターミナルに向かうんですけれども、これもうちょっと列車乗って行ってギリやんかいなっていう時間になってましたんで、もうそのままタクシーに飛び乗りましてですね、小樽のフェリーターミナルまで行ってしまいたいと思います。お時間9時過ぎですね。この時間から間に合わないこともないとは思うんですけれども、小樽の駅がすごい混んでたりとかしてね、タクシーとか捕まんなかったら大変っていうことで、もう札幌市内からですね高速ぶっ飛ばしてやってまいりました。小樽港フェリーターミナルでございます。ちなみに、札幌のすすきのからこちらの小樽のフェリーターミナルまでは1万ちょっとという感じですね。不注意が招いた出費となりましたということで、10時ぐらいですかね、小樽港フェリーターミナルに到着です。札幌出てから45分50分ぐらいで到着したと思います。いやもう全然間に合いましたね。10時半ぐらいまでに来てくださいということだったんで、全然余裕で間に合いました。今回はこちら小樽港フェリーターミナルから京都府のね舞鶴港フェリーターミナルに向かうんですけれども、遅延というのが出ておりますね。これ前もってねお電話とかもいただいてたんですけれども、今日はちょっと冬型の気圧配置、海がちょっとしけるかもわからないので1時間ぐらいは遅れるのを想定しておいてくださいね、大丈夫ですかというねご連絡いただいておりました。というのも舞鶴に着いてからですね、1時間遅れで到着するともう交通機関何もないんですよ。だから舞鶴から動けなくなりますけど大丈夫ですかねみたいなご連絡でした。僕は舞鶴にホテル取ってますんでね、大丈夫ですよということでやってまいりました。ハイボールカパカパ飲んでですね、ほろ酔い気分でやってまいりました小樽港フェリーターミナル。いつ来てもこの開放感のあるね、函館港のターミナルなんかもそうなんですけど、ズドンと吹き抜けのある素晴らしい建物ですね。で、チケットに関しては窓口によらずにこんな感じでね、予約画面から e チケットをねダウンロードしてスマホでそれをかざせば大丈夫ですよということなんで、楽ちん楽ちんでございます。ちょっと早く着いたんでね、ブラブラターミナルの中見ましょう。これがね連絡バスなんですよ。でこのターミナルからは21時30分で、ターミナルに来るのには小樽が21時、小樽筑後駅21時20分ということなんで、このバスにはもう全然間に合いませんでしたと。で小樽駅とか小樽筑後からタクシーに乗ったら1000円ぐらいで来れますよということだったんですが、タクシー捕まんなかったら怖いなということで、今回札幌からねバビュンとやってきました。でこちらが舞鶴に着いた後ですね、舞鶴から難波オーキャットまでのバス昔は出てたんですけどね、今は運休中となっております。唯一出てるのが21時30分ですね。舞鶴のフェリーターミナルから神戸三宮に行くバス。ただこれね連絡バスではないので、時間になったらもうバス行っちゃうんですよね。だから到着が遅れるとバスに乗れませんということです。でお部屋の紹介なんかもありましたね。スイートルーム、デラックスの洋室和室、ステートの洋室、和洋室和室で、ツーリスト S、 ツーリスト A と、ツーリストというカテゴリー以外は個室なんですが、ステートというのはねトイレバスついておりませんと。でデラックスとスイートはトイレバスがついているという、そんなねカテゴリー分けになっております。さあ館内ブラブラしておりましたら、乗船時間の22時45分となりました。もう1時間ぐらいねブラブラしてたんですけれども、いよいよね乗船してまいりましょう。エスカレーターで乗船口は3階にありますんでね、3階まで上がっていきます。でさっきのバーコードをねピッと読んでいただいて、こっからがですねこの長い通路を歩いて船まで行くんですけれども、なんでこんな長いんですかっていうとね、今右側に緑の扉見えてるじゃないですか。これがねここ小樽から新潟に行くラベンダーアザレアが止まるエリアなんですよ。で200メートル近くあるね大きな船ですからね、その船が止まってさらに向こうに200メートル以上ある今回乗船しますこちら浜那須、これが止まるわけですからね、それは通路長くなりますわねという、そんなお話です。でねこの浜那須っていうのを見て親ってこうなったんですけど、僕予約した時はねアカシアというねこちら浜那須の姉妹線を予約したつもりで、今日はアカシア乗るぞって来たんですけど、ここに来て浜那須っていうのを初めて知りました。
寒波の影響でね、運休した日なんかもあったみたいなので、それでちょっとずれたんでしょうね。まあでも、浜那須も明石家も一緒とは言いませんけれどもね、姉妹線なんで楽しんでまいりましょう。で、今回はスイートルームというね、お部屋に宿泊いたしますので、まずカウンターに立ち寄りましてね、お部屋の鍵、それから明日のね、お食事の時間が書かれた紙、こちらをいただいてお部屋に向かっていきます。で、この乗り込んできたのが4階、お部屋があるのが6階ですんでね、階段で登ってまいりました。で、6階に上がってきてまずすること、こちらのね、映画上映がなされるコンファレンスルーム、明日の映画のお題目、1時からシャイロックの子供たち、16時からザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー、よしと、確認が終わったところでお部屋に向かいましょう。ふかふかの青い絨毯をテク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 進みましたら、本日のお部屋が見えてまいりました。本日はスイートルーム004番ですね、スコルピオというお部屋です。ここ前泊まったことありますよね、多分。さあ、では中に入ってまいります。さすがスイートルームですね。ドアを開けた時に中が丸見えにならないような仕切りがまずドアの前に立っております。で、何やら太陽の塔の顔みたいなやつがね、ちょっと置いてありまして。で、左を見ると姿見でございます。イエイと。で、こっからちょっとね、現地の音声でも一回実験的にやってみようと思いますね。ちょっと聞いてみてください。で、ちょっと広めのシングル、セミダブルのツインですね。で、こちらにはデスクスペース。ちょっとね、まず全体いきましょう。で、こちらにはダイニングテーブルとチェアがございまして、黒、いいですね、黒。高級感がありますね。この中には、お水が2本、ありがとうございます。からの、こちらにはお茶セットですね。緑茶。で、コーヒーと紅茶がありますね。素晴らしい。で、いきますよ。ここが、おつまみ入れでございます。そして、と、ここからね、またアフレコに戻しますけどね、さしてっつってね、噛んだところでも萎えてしまいまして、途中で喋るのやめてしまいました。テレビがありまして、ソファーセットがございます。ごろりと横になっても全然余るぐらい、そんな長いソファー、そして一人掛けのソファー、真ん中には石のテーブルです。ここに座ってね、飲み物飲んだりご飯食べたりしながらテレビをぼーっと眺められるというね、素晴らしいスペースになっております。で、今カーテン閉まっておりますけれども、その外には専用テラスがございます。テラスは後回しにしまして、まずは洗面台やってまいりました。ありがたいのがアメニティがね、もうずらりと全部揃っております。全部ってなんやねんっていう話ですけど、歯ブラシにヘアブラシ、カミソリに、そしてレディースセット、コットンセットですね、なんかもありましたね。で、ドライヤーもございます。そしてこちらの扉、さあ皆さん準備はいいですか？ナイストイレでございます。こちらね、真空トイレって言いまして、ボタンを押したらカッ吸うタイプですね。ですからナイス真空トイレです。どうでもいいです。シャワー付きでございました。さあ、回り右しますと、広々したお風呂場でございます。こちら浜那須の名物、僕は勝手に言ってますけども、ツインシャワーがなんと2本ありますね。だからこのね、シャワーをクロスさせて、その真ん中でシャワーを浴びる、なんという贅沢。一回もやったことないですけれども、バスタブの向こうにはシェードが下がってますけどね、大きな窓がありますんで、窓の外を眺めながらお湯に浸かることができるナイスなお風呂でございます。と、なんとも素晴らしい水回りの設備もそうなんですけど、でもこのお部屋ね、この暖色系の明かりでなんかめっちゃ落ち着くなっていう感じなんですよね。さあ、残りクローゼットいきますか。クローゼットの中には僕の愛用しておりますモッズコートがありまして、どうでもいいですね。その下にはガウンがありますね。バスローブです。で、ハンガーがあって、一番上には救命胴衣がございます。で、あとね、ちょっと毛穴チェック用の鏡なんかもついてますね。で、隣ちょっと細長いクローゼット、こちらにはナイトウェアが入っておりますね。あとは特に何も入っておりませんので、ご自由に缶詰、調味料などを入れておいていただけるといいんじゃないかなと、思います。嘘です。で、こちらのポットですね。毎回ご紹介しますけども、お湯が沸いた状態でね、置いていってくださってるんで、もうすぐにコーヒー、紅茶、お茶いただけますよ。これはありがたいですね。で、広々したデスクがございます。という、素晴らしいお部屋で、のんびりとね、京都舞鶴に向かいたいと思います。
で、こちらのスイートルームにはお食事がついております。明日の朝8時15分、11時45分、17時45分。この冬の期間はグリルが閉まっておりますんで、お部屋にこの時間にね、食事を持ってきてくださると。これはありがたいサービスですね。さあ、最後にカーテンを開けまして、専用テラス覗きに行きましょう。この扉ね、4つ鍵がついてるんですよ。鍵を閉めるのと、あと向こう側にグッと押し込んでガタガタ言わないようにね、4つ鍵がついていると、なんていうか、ガコンってこう、レバーを下ろしてガラガラってやる、そういう感じじゃないんですよね。わかるかな。で、床はですね、木材ですね。気のいい匂いがする専用テラスです。まだね、小樽の街が見えております。という専用テラスの簡単なご紹介でした。というね、今回乗船いたします浜那須のルームツアーでございました。さあ、ということでこんばんは。乗り込んでまいりました。アカシアで予約したんですけど、浜那須になってましたね。まあ多分なんか、ダイヤがあれなんでしょうね。で、っていうのも今日はえらい荒れますよと。先ほどからアナウンスが流れておりましてね。明日の日中は、お風呂、おそらく使えませんので、今晩中に入っといてねとか、ね。しけるんでね、閉鎖しますよ、閉鎖する可能性がありますよ、みたいなアナウンスが、しきりに今、流れておりました。で、あとまあね、先ほど見ていただいたと思うんです。この、ね、お食事を運んできていただけるんですけれども、このね、時間を知らせていただくときにもですね、ちょっと明日、めちゃめちゃ揺れるんで、もしご気分が優れない場合は、お電話でその旨をお伝えくださいというお話もいただきました。まあ、とにもかくにも、揺れるようです。うん。で、舞鶴に到着するのも、まあ、事前にね、もう1時間ほどは遅れる見込みですよというアナウンスがされましたんで、さあ、どんな航海になるのかと、まだね、小樽港にひっついたままですんで、何も揺れてませんけれども、この後、11時30分、ね、出港は帝国通りみたいですね。出港しますんで、どんな船旅になるんでしょうかと。いうことと。で、まあ、あと15分ぐらいで出港なんで、いつも通りのルーティンですね。今から下のショップに行ってきたいと思います。ということで、2つ下のフロア4階にありますショップに向かいましょう。ショップもね、出港してしばらくしたらすぐ閉まっちゃうんでね、先に買っとくものは買っときましょうということでショップにやってまいりました。新日本海フェリーさんの寄港地それぞれのお土産なんか売ってまして、僕はもうここに一直線です。左側にね、レモンド7パーと5パーゲットです。で、お部屋に帰ってね、時刻は23時22分。まだね、8分前なんですけども、船がどうやら出発した模様です。せっかくなんでね、テラスから出港の模様を眺めてみましょう。まあ、この日のこの時刻のね、小樽ね、2度ぐらい気温があったんですよね。だから雪ではなく雨がね、ポツポツポツと降っている、そんな状況でございました。スーッとね、小樽港のこの構内をスッと進んでいきまして、美しいね、小樽の夜景を眺めながらの出港となります。明日は、帝国はね、21時15分着なんですが、1時間ほど遅れて到着する見込みでございます。さあ、ということで出港から40分ぐらい経ちましたかね、12時回りまして、なかなかちょっとずつ揺れてきましたけれども、ですからまあ、サクッと飲んで、寝ましょう。はい。ということで、買ってきました。さっきね、レモンド 5% で。よっ。では、出港に乾杯。はい。カニビーバー。カニビーバーでございます。4階のショップにはこちらカニビーバーと普通のビーバーとあと青さ塩ビーバー3種類あったんですけどね、今回カニビーバー買ってまいりました。しかしビーバーさんはなんか限定でいろんな味出てますよね。宮古昆布ビーバーあれをね食べたいと思って探してるんですけどね、今あんまり買えないんですよね。あとなんか最近も新しいのなんか出てましたね。ぜひコンプリートしたいもんです。まあ何味ビーバーでも美味しいです。酒が進みます。札幌でね、ひとしきり飲んでから来たんですけれども、もうどんどんいけちゃいますね。ということであっという間に1本目がなくなりまして、2本目登場。2本目も
定番 5% でいっちゃいたいと思います。なんだかんだ言ってやっぱここのね、この定番に戻ってくるんだろうなという、そんな落ち着く味でございます。はい。おつまみ2品目がこちらです。サラダホープエビ塩味です。北陸のビーバー、新潟のサラダホープ。さあ、どっちが勝つんだよと。そんなね、戦いの火蓋が切って落とされたわけでございますけれども。僕の中で勝手にね。で、このサラダホープは焼きですね。焼いてあるあられですね。で、ビーバーは揚げあられですんでね。まあ、ジャンルは全然違うんですけれども、サラダホープはサラダホープで美味しい。当然、お酒が進みます。さあ、ということで、デスマッチが始まります。ビーバー、カニビーバーと、ね、エビ塩サラダホープ。エビ対カニですよね。焼き対揚げ、エビ対カニ。さあ、この戦いはね、どちらが制すんだ、もしくはどういう結末になるんだということで一気にいただきましたけども、エビでもカニでもないよね。美味しいやつになりましたね。それぞれの味ではないな。ちょっと一個ずつ食べてみようかな。ね。ビーバーの方がやっぱ揚げてる分ね、油分があるんでね。美味しい。やっぱちょっとね、酔っ払ってたみたいですね。はい、すいません。で、ちょうどね、映画が始まったんでね、フルメタルジャケット。僕の好きな映画ですけども、これを懐かしいななんて思いながら見ておりましたら、1時35分、積丹岬をぐるっと回ったあたりで、ようやく落ち着きましたんで、揺れチェック行ってみましょう。なかなかね、揺れてますよ、この日は。こんな感じで大きく揺れます。大きくゆっさ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 、途中でドーンとかなったりしてね、なかなかの揺れでございます。ということで、もうまっすぐ立ってるのもしんどいんでね、さっさとゴロンと横になろうと思います。ベッドに入って寝てしまいましょう。で、明日の朝ね、8時15分に朝ごはん来るんでね、はよ寝なということでベッドに潜り込みました。おやすみなさい。ただ、この後聞こえますかね、時折ドーンドカーンって言うんですよ。なかなか寝つけなかったですけども、まあでもすぐ僕は寝ちゃいました。おはようございます。なかなか激しい夜でしたね。ドーンドーンってなるんでね、なんかトラックが突っ込んできたみたいなね、そんな衝撃で3回ぐらいはって起きましたけれども、まあ朝がやってまいりました。なんか美しいね、日が差し込むそんな朝ですね。まあ、むくむくと起き上がりまして、窓の外を見ると、まあ美しい朝日が見えてはいるんですが、波はうねうね、そして船が乗り上げた波がしぶきを上げてね、バッシャバッシャ飛んでおります。お時間が7時13分、青森県沖ですね。順調に南下はしておるようです。このね、カーペットに映る影を見ると、どんな感じの揺れかがね、分かっていただけると思いますけども、ゆらー、ゆらー、ゆらーと、大きく大きく揺れております。で、寄せばいいのにテラスに出て行ってですね、このしぶきを浴びてですよ、メガネとかカメラのレンズが、もう塩まみれになるというね、この後一生懸命拭きました。はい。まあそんなことをしてね、一人で朝遊んでおりましたら、お部屋の電話がプルルとなりまして、その2分後ですね、お部屋にお食事が運ばれてまいりました。1回目朝食です。8時15分、時間通りにやってまいりましたね。で、こちらの朝食はこんな感じです。なんて彩り豊かで豪華なんでしょうというね。おかずはスクランブルエッグに温泉卵に鮭、ソーセージ、この卵焼きもあります。卵は結構多いですね。で、ヨーグルトにサラダ、お漬物というね、ラインナップ。朝からなんとも豪勢なね、お食事です。左上の白いカップはね、コーヒーでございました。ということでね、美味しくすべてペロリでございます。船酔いしない体に産んでくれたお父さんお母さん、ありがとうという感じですね。で、食べ終わったらね、こんな感じで出しておけば、スッと下げていっていただけます。で、食後は二度寝タイムでございます。気持ちいいんですよ、この食後の二度寝。で、ゴロゴロしてたらね、あっという間に11時42分、またお部屋の電話がプルルとなりましてね、お食事をお持ちしますよということで、お昼ご飯がやってまいりました。朝ご飯食べて、
ゴロゴロしてたらすぐ昼ご飯が来るというね、なんとも素晴らしいシステムでございます。で、こちらのお重の中はローストビーフ丼でしたね。それから大きなシューマイ、海鮮が入ったシューマイでしたね。で、お味噌汁、枝豆豆腐に鶏肉、塩辛、で、干し柿がね、これがなんか懐かしくてよかったですね、デザート。というお昼ご飯。で、ペロリちょっと取り忘れました。はい。ご飯を食べてですね、もう朝と昼あんだけ食べたんでね、お腹いっぱい。外をね、ブラブラ歩こうと思ったんですけど、わかりますこれ。まっすぐ歩けないんです。船の揺れで。もう右へ左へぶつかりながらですね、ブラ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 と歩いております。で、船内の設備、まあね、この船、今年いっぱいじゃないかと言われてるんですよ。なので、せっかくなんでね、記録に残しておこうということで、あちらこちら散策をしながらね、撮影をさせていただこうと思います。こちらがお昼ご飯食べた後に見ようと思っていた映画、あと30分ぐらいありますんでね、この30分を使って船内をブラブラしたいと思います。ほんと昨日の夜から結構揺れてましてね、まっすぐ歩けない状態なんですよ。ですからね、船内ね、ちゃんと手すりを持って歩きましょうと。あとね、エレベーターも止まっておりました。通常はね、エレベーターずっと運行されてるんですけれども、海上好転のためエレベーター停止中でございます。なんとかかんとかですね、手すりを伝いながら5階に降りてまいりました。5階にはレストランとかカフェとかね、オープンデッキ、大浴場なんかがございますんで、そのあたりちょっとちらりと見に行きましょう。さあどうでしょうね。昨日の夜なんかはもうずっと明日のお昼は海上好転のためお風呂営業しませんかもしれませんみたいなね、お話をずっとアナウンスされてましたけれども、実際見てみると、やはり海上好転による安全確保のためただいまご利用いただけませんと、やっぱりまっすぐ立ってるのもしんどいぐらいたまに揺れますからね、お湯なんかもザバザバなるでしょうし、これは仕方ないのかなと思いますね。で、一番後ろにレストランジュピターがございます。レストラン営業時間が朝と昼は30分しかないんですね。これは海上好転という関係ではなくて、冬ね、冬季はちょっと短くなるみたいです。あとレストランのメニューも豊富なんですけれども、冬は一部ね制限されてるみたいですね。だから夏乗った時よりも半分とまで言いませんけど3分の2ぐらいにメニュー減ってるなという感じでした。だからまたね春に改めて乗りに行きたいななんて思っておりました。さあこちらレストランの入り口で U ターンしましてね、また真ん中の吹き抜けあたりに戻っていきましょう。でレストランと逆サイドの通路をねずっと進んでいきたいと思います。なんか面白いですよね。 U の字になってんですよね。でレストランと逆サイドの通路を進んでいきますと、左に見えてるのが今喫煙コーナーでしたね。で広々したこの明るいプロムナードがズドーンと一番後ろまで続いております。ここでね窓の外を見ながらのんびりくつろぐなんていう人がたくさんいつもいるんですけど、今日は揺れてるんでみんな寝てんでしょうね。で右側に見えてるのがグリルですね。今冬季で営業してないんでお部屋にお食事運んでいただいてますけれども、春とか夏とかはあそこでコース料理がいただけますというグリルになっております。でグリルを過ぎまして一番後ろ側にはカフェがあります。カフェギャラクシーがございましてね、でこちらのカフェも冬季は営業はされておりません、ね、3月の真ん中ぐらいまでかな。だから春夏秋はねここでね僕もうどん食べたりねスイーツ食べたりコーヒー飲んだり、そんな思い出のあるカフェギャラクシーでございます。しかしギシギシガタガタってずっと皆さん聞こえてますかね、というなかなかの船内でございます。で風が強いから外出られないかなと思ったんですけども、屋外展望デッキに出る扉開いてましたんでね、外に出てみましょう。新日本海フェリーさんのね展望デッキってこの一番後ろにあるんですよ。で一番後ろにあるので前からの風っていうのは来ないんですよね。でこんな感じでねぐるっと囲われているので横からの風もあんまり人体には当たらんわけですね。ブロックしてくれて。なのでこういう好天の日でも全然開放してくださってたみたいですね。ただねこの景色を見たらねそんなに揺れてる気しないじゃないですか。なんか天気がいいねと海が青いねとね、なんか平和な感じがするんですよねこの大海原を見てると。だけれどもこの時はねまっすぐ立ってるので精一杯と
ね、ちょっとでも油断するとおとととととってなるっていうね、そんなデッキで僕の大好きな功績を見ておりました。いやまあねたまにはこういうこともあります。はい。ということで、今5階に降りましたけど、一つ下4階に降りてまいりました。乗船してきたフロアですね。昨日の夜お買い物に来たショップがあります。ショップもずっと開いてるわけじゃないんですよね。こういう風に決められたお時間しか開いておりませんが大丈夫です。館内放送でね、ショップの営業開始しましたよとか、あと30分で閉まりますよとかね、きっちりとアナウンスしてくださいます。そしてこちら自動販売機コーナーですね。カップヌードル、セブンティーンアイス、そして朝日さんにキリンさんとアルコール類ですね。あとソフトドリンクがあって、一番端っこにはタバコの自動販売機もありましたね。という自動販売機コーナーがございます。でもっていうかもうピカピカにお掃除されておる気持ちの良い自動販売機コーナーでございました。で、自動販売機コーナーからちょっと奥に進みますとマッサージルームというのがございまして、こちらにはマッサージチェアがね2台置いてありましたね。10分で100円ということでした。なんでこっち向きなんやろうなっていうね、誰かと目合ったらちょっと気まずいよなとかねそんなことを思っておりましたが、マッサージチェアの置いてあるマッサージルーム、そして一番奥にはゲームコーナーがございますね。まあもうフェリーといえばのゲームコーナーの定番、クレーンゲーム、そしてスロットですね。なんかタコさんウインナーのなんかぬいぐるみ欲しいなとか一瞬思いましたけども、やめときましょう。で、麻雀のゲームがあって、もうこれぞフェリーという感じですね。今日はねちょっと打つのやめときましょう。もうねやりだしたらキリがないんでね。で、あとはまあビデオゲームが数台あるのと、一番奥見えてまいりましたね、エアホッケー。一回ダーチと新日本海フェリーさんの何かに乗った時にエアホッケー対決しましたけれども、やっぱね船内でやるエアホッケーは格別でしたよ。多分で、中央のねエントランスに戻ってまいりました。こっからね乗ってきたんですけれども、非常にピカピカですね。お掃除がものすごい丁寧に、行き届いているなという感じでございます。気持ちいいですね本当にね。という浜那須の船内散策でございました。ちょっとはカロリー消費できたかなと。で、お部屋に戻ってですね、映画をね1時から始まる映画を見に行くということで、映画のお供はこれです。北海道キャラメル1号。もうこのねエゾモモンガのイラストが可愛すぎてね、もうすっかりファンになった北海道キャラメル1号を持ってですね、コンファレンスルームにやってまいりました。で、映画が始まってですね、すぐにいろいろ気になることがありましてね、映画の内容じゃないんですよ。後ろのカーテンがね、船が揺れるんでシャー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 開いたり閉まったり開いたり閉まったりずーっとしてるんですよ。でもいや映画に集中せないかんということで2時間の映画楽しく拝見いたしました。いちごキャラメルも半分ぐらい食べちゃいましたね。ということで映画鑑賞おしまい。やっぱりでもねずーっともうちょっと座る席ミスったかなと思いますね。こんな感じでねずーっと右へ左へとカーテンが動いてるんです。それぐらいね船が揺れておるということです。さあお部屋に戻って15時2分、もうちょっとすると能登半島というところまで南下してまいりましたね。で今ちらりと見えておりましたけども、1時間遅れ22時15分に到着予定ですって言われていたんですが、21時45分到着予定に変わってましたね。30分巻いてくださったんでしょうか。さすが最高速度50キロ以上を叩き出す新日本海フェリーさんですね。でテラスに出てみるとね、天気は比較的いいんですけどね、やっぱり海がうね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 冬型の気圧配置だねという感じでございます。であとはですね、もうソファーでゴロンとしてですねテレビでちょうどまた映画やってましたんでね、それをぼーっと眺めるのんびりした昼下がりでございます。でテレビぼーっと見てましたらあっという間に17時44分、そうです、お部屋の電話が鳴る時刻でございましてね、電話が鳴りまして、今から夕食をお届けに伺いますということでやってまいりました。なんとも豪勢な夕食でございます。左下のこの丼が一番やっぱ気になりますよね。カニとイクラ丼でございます。こんな贅沢な、これだけでも十分なのに、
いっぱいまだねおかずがあるわけです。お味噌汁があって、左下お刺身、真ん中サーモンのマリネ、右側がお肉とパテかな。いやもうこれは大騒ぎですね。お刺身はねタコとホタテとイカでしたね。全部僕の好物でございます。で左上行きますと、こちらがビーフシチューですね。で白身魚の天ぷらとさつまいもフライ銀杏ですね。で右上が白身魚のムニエルにバジルソースとトマトソースでしたかね。でデザートパウンドケーキ等々と、あとコーヒーがついていると。たまらん晩ご飯ですよ。さあまあこれはもうちょっと飲むしかないでしょうということで、レモンド 7% を飲みながら素晴らしいお食事いただいていきましょう。ただですね、この日8時15分に朝食食べ終わったの9時、そしてその後11時45分に昼食食べ終わったの12時半、ね、で、6時前にこのボリュームの夕食と、もうお腹パンパンですよ。本当にむちゃむちゃ美味しいんですけどね、晩ご飯8時ぐらいにしてくれへんやろかいなと朝ごはん8時やったら、まあ昼ご飯が2時で晩ご飯8時にしてくれへんやろうかいなと、勝手なねことを考えながら、でも最後までいただきました。美味しかった。ペロリでございます。まあね、レストランのスタッフさんの都合中もあるんです。はい。ということで食べ終わったのが18時15分ですね。30分でいただきましたけども、さあここでもちょっと揺れチェックしときましょう。まあこんな感じでね、ずーっと昨日の夜出港してからずーっとこんな感じです。はい、大きくねゆら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 前後左右に揺れるという感じですね。縦やんの忘れてましたけども、なかなかの揺れでございました。ただあれですよ、冬の日本海は揺れるなんつってね、怖い怖いっておっしゃってる方いますけど、揺れる日の方が僕は少ないような気がします。全く揺れない時もありますからね。これはもうお天気次第ということでございます。さあぼーっとしておりましたら21時を回りましてね、舞鶴港って結構こういう入り組んだ形してるんですよね。ここにスーッと入ってきたら、まあ、当然ねもう揺れも収まります。平和がね訪れました。でまあ21時45分、あと45分ぐらいで到着だなということで、そろそろね荷造りといいますか下船の準備を始めてまいります。で下船の準備ひとしきり終わりまして、ソファーでゴロゴロしておりましたらね、遠くの方に明かりが見えてまいりました。久々に見る陸上の明かり、ずーっと水平線しか見えないね中動いてきましたから、明かりが見えると陸が見えるとなんかホッとするのと同時に、もう終わりかというね、ちょっと残念な気持ちにもなります。ということで21時45分小樽港を出港してから22時間とちょっとですね、新日本海フェリーはまなすは京都舞鶴港に到着いたしました。で21時45分なんで、もうね、前半でお伝えした通り、ここから交通機関は何もないです。まあタクシー呼べば来てくれますけどね、タクシーで大阪まで行くわけにはいかんのでね、今日はですね舞鶴このフェリーターミナルを降りてすぐのホテルに一泊して、翌日の朝大阪に戻ろうと思います。いや動画の途中にもねお伝えしましたけれども、この小樽舞鶴航路ですね、今年の末から来年にかけて新しい船に置き換わるという、まあ、そんな情報が出されております。でまあその船がですね、まあ、新しい船でいいことなんですけれども、やっぱりね引退するとなると、乗っておきたいなということで今回ね乗船しましたけれども、ただまあね、冬ということでグリルがやってないとか、レストランのメニューがちょっとね少なかったりとかっていうのがあったので、もう一回ね春以降、できれば夏のね暑い日になんか乗ってね、テラスでボケーっと酒を飲むとかアイスを食べるとかね、っていうのをやって、まあ僕なりのね、ありがとうございました乗船をねしたいななんて思いながら下船してまいりました。でここからホテルまでは歩いて5分10分ぐらいですかね。ちょっとね道のりの最後ご紹介して終わりましょう。結構これ道のりがね難しいんですよ。まあ別に難しくないんですけど、フェリーターミナルを出ましてね、で車道に出て左に曲がります。でそのままずーっとまっすぐ行きます。十字路を渡ってずーっとまっすぐ行くと真っ暗になります。真っ暗闇の中を突き当たりまで進んでいくと右に曲がれるようになってますんでね、右に曲がると公園が見えてまいりまして、でこの公園から橋がね向こう側に渡っております。この橋を渡っていくと
まあ、東舞鶴駅方面、街の明かりがねたくさん見えておりますけれども、あの辺りに今回宿泊するホテルがあります。でその辺りではなくても、このままねずっとまっすぐ行って信号を渡ってね、そのままずっとひたすらまっすぐ行くと東舞鶴駅に到着いたします。まあね、ぐるーっと回ってくる道もあるんですけども、回ってくるとねこの3倍ぐらい時間かかりますんでね、暗闇を突っ切るというあそこだけ覚えておいていただければと思います。ということで、本日橋を渡ってすぐのホテルアマービレ舞鶴さんに宿泊いたします。おはようございます。午前10時にですね、ホテルアマービレ舞鶴さんチェックアウトしてまいりました。いや、良かったですね。僕ね、この舞鶴ね、船によく乗るんで、舞鶴のね、東舞鶴駅前とかのホテルにたくさん泊まったんですけど、アマービレさんが一番綺麗で、一番広くて良かったですね。もうあそこにこれからは確定だなという感じでございますが、そんなことを思いながら東舞鶴駅まで歩いて15分ぐらいですねやってまいりました。さあここから10時27分発特急舞鶴6号で京都経由大阪に戻りたいと思いますというところで、今回の動画は以上になります。今回もね最後までご視聴どうもありがとうございました。こんな感じで船に乗ったり鉄道に乗ったり飛行機に乗ったりブラブラする旅の模様、これからもお伝えしていきたいなと思っておりますんで、よろしければねチャンネル登録をして次回以降の動画も楽しみにお待ちいただけましたらと思います。あとねリアルタイム情報なんかは X でつぶやいておりますんでね、こちらもご興味ある方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いできますのを楽しみにしております。ではではさよなら。